ングギャングあずさフィッシングギャングのあずさです。今回はこちらです。はい、ブードゥーの78トルザイトスペシャルです。はい、こちらのブードゥーですね、フィデリティの中でも最も人気があった商品です。こちらのブードゥー78ですね、2024年版として新しくなりました。新しくなったといっても前のブードゥーがわからない人がいると思うので、その説明をします。こちらのブードゥーですね、もともとのコンセプトがパワーフィネスです。でパワーフィネスってもともとブラックバスから来ているジャンルなんですけど、それをソルトに持っていこうっていうのが、コンセプトでした。つまりどういうことかというと、パワーのあるタックルでフィネス、繊細な釣りをするということで、本来ブラックバスでいうと例えばカバー打ちなんですけど、カバーの中にいる魚を繊細な釣り、例えばスモールラバージグとかちっちゃいワームのノーシンカーとかを使って、食わせて引き抜いてくるというような、一般的に見るとこう相反してるというか、タックルとやってる釣りがこう相反してるような釣り方、それをですねソルトに持っていくっていうところで、なぜそれが必要だったかというと、ちっちゃいベイトを大型の魚が捕食しているっていうシチュエーションが非常に多くてですね、その時にごついタックルでちっちゃいルアーを投げてると、何してるかわからない、例えばロッドに重みを乗せてる感覚がないとか、あとは当たりが拾えなかったりとか、結構マイクロベイトの釣りで、苦労する場面がありました。そこをなんとかロッドでカバーできないかというところで、非常にパワーのあるロッドだけど繊細なティップを乗せて、なおかつ世界最軽量のトルザイトガイドを使用して感度抜群にして対応していくというのがこのブードゥーのコンセプトだったんですけど、そのロッドが2機種ありました。ブードゥーの68とブードゥーの78という、レングス別で、2機種出していたんですけど、今回、人気モデルだった、こちらの3ピースのブードゥーの78、これを新しくしました。その何が変わったかと、新しいコンセプトについてちょっと説明していきたいと思います。まず変わった点ですね、いろいろあるんですけど、まずこちらです。はい、ガイドサイズ、これを大きくしました。ここまでのガイドサイズは一緒なんですけど、ここから結構ちっちゃいガイドを旧モデルのブードゥーでは入れてました。なぜ大きくしたかというと、小さいルアーを使う上でも結構太いリーダーを使う人が多かったっていうところですね。前回のブードゥーではだいたいフロロでいうと30ポンド、だいたい号数でいうと8号とか、7号8号ぐらいですね、ぐらいを使うことを想定して作っていたんですけど、結構やっぱりタマンとかオニヒラの中でも白ガールと呼ばれる大型のアジを狙ったりするときに、やっぱりどうしても40ポンドが使いたいっていう方も結構多くてですね、その40ポンドの例えばフロロカーボンのリーダーを入れると、やっぱりガイドが干渉してしまって抜けたりとか、そういったことがありました。これに関しては結構僕の中でも誤算というか、ちょっと想定していなかったことでですね、そのマイクロベイトなので、例えばちっちゃいワームを投げたりするときに太いリーダーを入れると見切られたりするんですけど、そういったことを計算してだいたい今30ポンドぐらいまでかなと思ってたんですけど、本来のコンセプトであるマイクロベイトを使って大型魚の魚を釣るっていうのも、結構やっぱシーズンとしてマイクロベイトがいない時にもこのロッドを使う方がですね、やっぱり大きいルアーを投げたりとかするので、そういった点でやっぱりこのマイクロベイトに特化しすぎると、夏場とか、ベイトが大きい時とかですね、ちょっと使いにくいっていうのが結構言われたので、そこを改良しました。このガイドセッティングにすることによって、だいたいP ラインは2号までで、リーダーがフロロの40ポンド、それぐらいまで使用できるようになりました。そうすることによって、マイクロベイトだけではなく、例えば未純とか本土でいうイワシですよね、そういった、一般的なベイト、そこそこ大きいベイトが餌になっている時でも対応できるロッドになっています。でそれに伴ってティップのパワーも上げています。はい、なので前回のロッドは例えばノーシンカーのワームとか軽いリグでも、ティップがしっかり曲がって投げるようなアクションで結構ピーキーな曲がりをしてたんですけど、今回は少しティップのパワーを持たせているので、ファーストテーパーは変わらずなんですけど、前のカクッとした曲がりよりは少しマイルドになってます。こちらのグリップも変えました。分かりやすく言うと、非常に
ごつくなりました。太くなってちょっと大型化してます。グリップエンドの BRC もワンサイズ大きくしています。そうすることによって前回は SW シリーズで4000番で、ノーマルのボディでだいたい5000番ぐらいが、最大で取り付けきれる番手だったんですけど、今回は、シマノさんでいう SW6000 番クラスまで装着できるようにしています。実際にリールつけてみたいと思います。4000番のリールをつけてみました。これがツインパワーの 4000mhg ですね。こんな感じのバランスです。次に SW つけてみます。これが SW の6000番です。こんな感じのバランスです。どっちでも快適に釣りができます。あとはそうですね、こちらの EVA、 こちらの素材も一番硬い素材にしています。めちゃくちゃ硬いです。ちょっと音聞こえるか。 EVA を叩いてる音なんですけど、結構硬い EVA を使用しています。硬い EVA を使うことによってトルザイトの感度をそのまま伝達するように意識しました。そしてこちらのブランクスの素材も変えました。新しいブードゥー78は東レ産のカーボンを使用しました。つまり国産です。表面がですねアンサンドブランクスになっています。でこちらのブードゥーですね、武器にすると非常に使いやすくて、もちろんトルザイトを使用してて感度を損なわないような仕様なので、非常に実調でのアドバンテージ大きいんですけど、結構ピーキーなロッドで扱い方が非常に難しいです。その辺の解説を海でやっているので、そちらの映像をどうぞ。はい、ということで、釣り場に来ました。こちらニューブードゥー78、これを使っていきたいと思います。で今回は見せるための釣りなので、フック外してやっていきたいと思います。で今回使用するのが、アスリート VG ですね。これの12センチのシンキング、これでやってみます。で、ブードゥーなんですけど、本来小さいルアーを使って大きい魚を釣るというコンセプトだったんですけど、今回のブードゥーから小さいルアーに縛りがなくなったということで、結構大きいルアーを扱います。なので前のブードゥーだと少しこのルアーは大きかったんですけど、今回の新しいブードゥーに関してはもうベストルアー、ベストバランスのルアーと言えます。じゃあ早速投げてみましょう。でこちらのブードゥーですね、従来のモデルだとちっちゃいルアーもしっかり胴に乗せて投げるというコンセプトだったので、ちっちゃいルアーでも曲がるようなティップになってました。なので大きいルアーをピシッと投げると、折れるリスクがあったんですけど、今回のはそのピーキーさといいますか、その繊細さが少し解消されてます。ティップの強度を上げてますので、軽いルアーでもこれぐらいのルアーでもしっかり狙った場所にビシッと入れることはできます。ただやっぱり弾性の高いカーボンですので、結構反発力も強くて、少しブードゥーの特徴でもあるんですけどピーキーです。少し雑に扱うと低弾性のロッドに比べると折れるリスクはあります。ただ使いこなすと非常にアドバンテージがあるっていうのがこのブードゥーの良さなので、そういったところもちょっとやっていきます。で基本的なキャスティングとしては、ペンデュラムまではいかないんですけど、ちょっとたらし長めに取ってですね、送り込むように投げます。ですね。普通のロッドだとあんま良くないんですけど、こういう感じで投げたりするじゃないですか。こうとか、これだけで折れたりとかはないんですけど、ただ重いルアーでこれをやっちゃうとちょっと危ないです。なので竿の折れるリスクを軽減させる投げ方っていうのが、やっぱりたらし長くしてしっかり後ろまで送り込んで、そこから投げるっていう感じですね。その高弾性なんですけど、
高弾性にすることによって竿の反発力が非常に速くなります。でそれプラスガイドも、トルサイトガイドを使用しているので、よりこう速くですねバシッとこう投げて、その後こう投げた後のロッドがすぐに収束してくれるっていうアドバンテージがあるので、飛距離が出ます。なのでちょっとピーキーなんですけど、うまいこと使いこなせば今みたいにこうスーパー向かい風とか横風とかどういう状況でもビシッと狙ったところに入れきれるし、飛距離が他の人より出せます。ファイト面とかでどうですか？はい、ファイト面はですね、やっぱり反発力が強いロッドで、なおかつバットパワーもすごいあるので、7フィート8インチっていう長さなんですけど、曲がる視点が高いので、感覚で言ったらもう8フィート台のロッドを使ってるような感覚です。だからまあ取り回しは7フィートの良さを使って、でファイトが始まってしまえば視点高くで結構プレッシャーかけれるので、8フィートのロッドのようなファイトができるっていう、そのアドバンテージはこういったもう足場悪いところでも本当に生きてくるので、リーフであろうとも、なおかつボートでやったりとか、ピーキーだけど使いこなしたら非常に取れる魚が増える、そういったロッドです。間違いなく言えるのは、このロッドじゃないと取れない魚っていうのが存在します。はい、ということでこちらのブードゥですね、主な用途としては、感度が必要な釣りです。あとはまあパワーが必要な釣り、ロッドから伝わる感度ですね。魚の当たりをより多く拾えたりとか、潮の重みを感じたりとか、そういうのももちろん手に取って分かるんですけど、もう一つ最大のメリットが根かかりにフッキングしなくなるっていうところですね。やっぱり同じルアーを使って根がかりにフッキングするかしないかで、回収できるかできないかがすごく変わります。それもぜひ体感してほしいなと思っています。はい、ということでこちらのニューブードゥ78、非常に癖のあるピーキーなロッドですけど、使いこなすと超強力な武器になるので、気になる方はぜひ手に取ってみてください。今回はニューブードゥの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。Fishing gang at Tusa.